クレマチスのペトリエイを植え付けていきます。私が調べた本だとペトリエイではなくてペトレイって書いてありました。ペトレイはホステリー系に分類されます。ホステリー系はニュージーランド原産でクレマチスと思えないような葉っぱと美しい花が特徴だそうです。花の色は白か緑、清楚で可愛らしい感じ。多湿を嫌うので水はけの良い用土で鉢植えして雨の当たらない場所で育てるといいそうです。私は以前カートマニー・ジョーっていうクレマチス、同じホステリー系なんですが育てていたんですけど、雨の当たる場所で育ててしまって夏に枯らしてしまったので、今回はなるべく雨の当たらない場所で育てようと思います。ペトレイの特徴は小さなパセリ状の葉。こんな感じで確かにパセリみたいな感じです。お花には方向があるそうです。休止咲きで花の期間は3月から4月。小さめの鉢、6号鉢ぐらいまでに植えると良いそうです。フェンスに絡める場合は低いもの 1.5 メートルぐらいまでが良いそうです。私は今回こちらの内径が 14.5 センチのテラコッタの鉢に植えようと思います。ポットから出したら結構根鉢が回っていて崩すのが大変だったので水洗いしちゃいました。これを植え付けていきます。はい、しっかりと土を入れました。水やりをします。来年の春こんな感じの花で株が覆われると嬉しいなと思います。エレモフィラとカレンジュラ、金魚草などで寄せ植えを作りました。使ったのは直径30センチの10号鉢です。一番後ろにはエレモフィラニベアで、こちらが銅葉の金魚草ブロンズドラゴン、カレンジュラのコーヒークリームを3株三角形になるように配置しました。手前にはディコンドラのシルバーホールズを入れました。ディコンドラ、真冬はちょっと傷むかもしれないんですけど、春になったらきっと元気になってくれるかなと思います。一応なんとなく金魚草の対角線上にディコンドラが来るようにしてみました。今植えた直後なのでちょっと枝先が垂れ気味だったり、カレンジュラもちょっと垂れ気味になっちゃいましたけど、多分馴染めば大丈夫かなと思います。こちらの寄せ植えなんですがちょっと寂しいので手直しをしたいと思います。右側はラミウムとかビオラのラブラドリカ、これですけど、あとブラキカムとかクローバーでなんとなく、地味ですけど私は好きな感じなんですけど、左側がシクラメンのクレヨンと黒龍、ヘリクリサムのライムミニ、クローバー、ベロニカのオックスフォードブルー。ちょっと花物が少なくて寂しいので、こちらのビオレッタのマーブルフラミンゴ、クリーム色のアリッサム、これを入れて手直ししようかなと思います。手直ししてみました。右側はほとんど変わってないんですけど、ここにワイヤープランツのスポットライトを入れて明るさを出してみました。中央にはビオレッタのマーブルフラミンゴで、こちらにはクリーム色のアリッサムを入れて明るさを出しました。で、左側かなりもしゃもしゃしていたカラーリーフを抜いて種まきしたビオラを入れてみました。こちら種まきしたビオラなんですけど、花が咲いた順に掘り上げて寄せ植えに使ったりしています。このビオラ花が咲いていたのでとりあえず入れちゃったんですけど、隣のシクラメンのクレヨンとちょっと色が合ってないので、もしかしたら後で抜くかもしれないです。全体的に地味な感じだったのが、この辺のスポットライトとかクリーム色のアリッサムを入れたことでちょっと明るくなったかなと思います。抜いたカラーリーフはこんな風にポットに植えてまた別の機械に使います。こちらのコクリウムも結構大きくなっちゃって寄せ植えに使いにくくなってきたんですけど、小さくキープする方法がわからなくてこんな感じになってます。こちらは少し前に作ったパンジーとビオラとアリッサムとカラーリーフの寄せ植えです。全く同じ構成で2つ作ってるんですけど、片方にはこ
ちらの驚くほど根がぐんぐん伸びる元を入れています。ただ今の時点ではそれほど差があるようには見えないです。ちなみにどちらに根がぐんぐん伸びる元を入れたかというと、向かって左側、こちらのプランターです。11月の9日に植え付けしたばかりなので、まだそんなに違いが出てないのかなと思いたいんですけど、入れてない方も順調に育っています。このまま引き続き観察を続けたいと思います。アリッサムの根っこほぐしても大丈夫っておっしゃってるプロの方がいて、本当って思ってやってみたんですけど、多分ほぐし方が雑だったせいか、ここに入れていた分はダメになってしまいました。丁寧に分ければ分けても大丈夫っていうことかなと思います。この枯れてしまったところは私の分け方がいけなかったんだと思います。あと植えた時に地面が結構見えていて寂しかったので多肉を刺したんですけど、結構ビオラとかパンジーがモリモリになってきたので、もう多肉は抜いちゃおうと思います。抜いた多肉は少し乾かしてまた何かに使おうと思います。種まきした種団子ミックスなんですが、とってもモリモリに育ってきてつぼみもついてきたんですけど、ちょっと葉っぱばかり茂ってくるのが嫌だなって思ったので、こちらの液体肥料をやってみました。これはだいぶ前に購入したものなので、今はもうパッケージが変わってしまっていると思うんですけど、窒素分がゼロの肥料です。肥料はやりたいけど窒素分はやりたくないと思ったのでやってみたんですけど、これは私の勝手な判断というか勝手な解釈でやってみただけなので、これが正解とは限らないと思います。